合計100万円ぐらいの開講コストがかかったのをこのデバイスに置き換えてもらうと、年間2万円の開講費用に代わりプライムコストがあと98万円好きなことやれるよ。ぶっちゃけコンサルで儲けようは無理だと考えています。だからこの相談事は全部タダで受けています。そのタダで受けるっていうのが私のただの知的好奇心の満足のために受けています。けど結局成功っていうのは定義次第なので、こういう一般論で考えると無意味です。じゃあ UIP がどう定義したかっていうと、どこでも変えるというふうに定義して進めています。これにコミットすることしか考えてないんです。2026年4月にファブシーンの YouTube チャンネルで公開した梅田祐樹氏のインタビューは大きな反響を呼びました。その後、彼はどのような活動をしているのでしょうか。新しい製品開発の進捗は？今回はファブシーンがきびだんご、ビットトレード1と共催しているメーカー支援プログラム01クラブでの梅田氏のプレゼンテーションをお届けします。01クラブは個人が開発した製品の量産、資金調達、プロモーションをサポートすることで個人発の製品を市場に届けることを目指しています。3ヶ月に1回のペースでさまざまなメーカーを招き、今取り組んでいるプロダクトを披露するイベントを実施しています。その第1回に登壇した梅田氏のプレゼンテーションをお届けします。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、梅田です。今紹介あったように290円のマイクロモールを作っています。50個パック入りで買うと実は196円とか200円切ってるんですけど、それも送料税込みで切ってるんですけど、一応290円というタイトルが受けがいいのでそのまま使われます。まずボードの紹介をして、時間が余ったらどういう考えでこのプロジェクトのマネジメントをしているかっていうのを紹介しようかなと思います。ちょっと細かい証言ははしょるんですけど、教育機関とクリエイター向けの Arduino 互換ボードです。で、特徴的なのは公式ドキュメントが手厚かったりですとか、GitHub で管理公開してますんで、このマイコンボードそのものもそうですし、アプリケーションともに再利用性が高いです。販売寿命 5年を最低というふうに掲げています。最低です。5年だったらやめますじゃなくて、売れてればまたずっと続けます。保守寿命を10年というふうに掲げていますっていうのが、教育機関の授業のカリキュラムに入れてもらうっていうようなのも目指していまして、これが1年で売り切り5万円だと先生とか教材メーカーさんが今年せっかく教科書を作ったのにとなってしまうので、そうならないようにこういうふうに5年と掲げています。で、他のマイコンボードではあんまりないんですけど、USB の電源ライン、信号ライン、全部にフューズが入っています。電源ラインに入っているものはいくつかあるんですけれど、やっぱり学生さんがメカトロの実験なんかやってて、何かの表紙でやっぱり好奇心で信号ラインに電源をピュッと入れてしまうと。で、ホストが壊れてしまうみたいな、そんなヒアリング結果があったので、こんな風に全部出てます。そういった使い方して壊れちゃったよっていうのに対して、全部永久保証で販売してます。で、この辺アプリケーションで、皆さん、クリエイターの方なんで、細かいところは割愛しますけど、LED 光らすとか、文字出すとか、キーボードのデバイス、USB-HD になるとか、あと USB-CDC っていうので、情報をパソコンのタイムラインに出すとか、そんなこともできます。で、これ、ユーザーさんが実際に使ってくれた活用例です。これは面白いんですけど、パネルの数字を重ね合わせるゲームをユーザーさんがチャットジェミニで日本語プロンプトだけで動作するバイナリを作ってくれました。で、あと下はキーボード、ちっちゃいスライド式のキーボードを作ってくれたりとか、左下は学校の授業で実際に使われている教材の状況ですね。アプリケーションリポジトリというのを用意してます。結局、再利用できないのが困るんですね。作例を永久に探し続けるとかっていうのが、既存の後発のハードウェアでありがちなので、ソフトウェアの側面とハードウェアの側面から、この登場人物4人いるんですけど、自分がオープンソースに寄贈してもいいよっていうようなものを作った人はここに集めてもらうと。で、他に UIP のコミュニティだったり、実際にポチポチ押してるのは私ですけど、私は集権しないリーダーシップだけと、そこにリーフが寄せられたら、法的に問題ないもの、他の人の知財を持ってきてないものとか、そういうのを見て OK なものが全部 OK するっていうふうにして、集権をしないようにしています。で、ただ一方で、コピーライトなものを否定してるわけじゃなくて、発生しやすいように MIT ライセンスとかのものもベースにありますので、自分で閉じておいて、アプリケーションを作って売るとかっていうのもできると思います。これなんで作ったのっていうところの開発背景、ヒアリング、教育機関とクリエイターに
してます。で、左側が教育機関で、右側がクリエイターに聞いたヒアリング内容です。で、一番重要なのは、ぶっちゃけこの教育機関に聞いた、青色で囲っているところで、ある大学さんで、アルディーノを使った授業を開講しようとすると、1年生が100人入ってきました、入学してきましたと。で、アルディーノメガ5000円のものを100個買うと、それだけで50万円と。で、かつですね、授業中の誤配線で、学生さんがどうしてもマニュアル見てもやらかしてしまう。で、パソコンのホストが壊れて、壊れたのホストだけと言っても、業者に交換ってお願いすると1台15万円で年間3台ぐらい壊れるそうです。で、合計100万円ぐらいの開講コストがかかったのをこのデバイスに置き換えてもらうと、アルディーノ互換で使えて、で、かつ USB ホストがもし壊れないんであれば、年間2万円の開講費用に代わりのトラインコストがあるよう、あと98万円好きなことやれるよう、そんな風なのが一番重要なポイントかなと思っています。製造と供給のところをちょっとピックアップしていますと、量産しています。で、1ロット1万個作ってて、3月の出荷数が4800ボードちょっとでした。ちょっと上にちっちゃい文字で書いてて、ちょっと恐縮なんですけど、供給能力不足でショップ在庫がずっとゼロとか、あと3月19日ぐらいから手持ちの出せる在庫がゼロになってしまって、実はここ供給できてないんですね。なので、需要予測の観点からすると、およそ1万ボードは超えるぐらいの出る予定ではあったんですけれど、ちょっとこういうような状況で、あまり数が結局出せませんでしたっていう感じで終わりました。で、その予測してた時に、バブシーンさんから YouTube の動画の中に何万個ぐらいになりますみたいな話をしてるんですけど、おおよそ需要予測ではあってて、それに対して生産が追いつかなかったから出せなかったっていうような数字と考えていただけると嬉しいです。で、別商材の開発の進捗をちょっとレポートします。左側はもうシンプルに同じものをクローンしました。なんでこれクローンしたのかっていうと、クローンできますよっていうのを売りにしてるんで、クローンできる手順をアプリケーションの中に作って、で、その手順に従ったらクローンできますっていう証拠のものです。で、右側にあるのが上位チップを使った006っていうチップを使ったボードです。同じボード形状なんですけど、デバッカーが搭載されておるので、コントリビューターに今40ボードぐらいベータテストとして配布しています。で、ちょっと細かい話は割愛するんですけど、デバッカーがついてるんで、スムーズに開発できるようなボードであるっていうです。今後の展望なんですけど、一つにつあって、最後3つ目、ビジネスモデルの PR、これって、あなたはこれ290円で売って、いや、もっと言うと200円切った値段で売って大丈夫ですかっていうのは、やっぱ皆さんすごい心配されます。で、原価も実は公開してるんで、GitHub のリポジトリ見てもらえれば、2桁円台っていうのがわかるんですけれど、実はですね、詳細単価低すぎて、小売が損するんですよ。1個くれって言われて、通販で、いや、配送料500円でって出しても、500円で出すとしてもね、なかなか儲からないんです。損するまではちょっと嘘ですけど、儲からない商材だからみんな嫌がるんですね。だから販売チャンネル広がらないっていうことで、ボードの単価290円を継続しつつ、パックリとか抱き合わせりを今やって、で、もう一個が、教材メーカーさんのキット化を検討してくれてまして、年間数十万ボードぐらいの出荷の増加の見込みをしております。で、残り1分30秒あるんで、せっかくならマネジメントビジョンっていうので、私は何を考えて、これを、プロジェクトを動かしているかっていうのもちょっと話したい。プロジェクトハンドラーとしてあなた何を考えてこれをやって成功に導いているのかっていうところの視点です。で、こういうコンサル実績も実は私持ってて、わーっていろいろやってるんですけど、ぶっちゃけコンサルで儲けようは無理だと考えています。だからこの相談事は全部タダで受けてます。そのタダで受けるっていうのは、私のただの知的好奇心の満足のために受けてます。なんで、これでなんかそこに行ってこう、ドブ漬けにして、私のデバイスを売ってやろうとかは全く関係なく、ただの全然関係ないデバイスの量産の EMC の法規対応をやってくれって東証のスタンダードの上場企業に言われて、嘘つけてやってるとかもしてます。で、オープンソースプロジェクト成功可能かっていう話をちょっとポンとするんですけど、いろんなこう、トピックスがあると思いますね。フォークされたらちょっと嫌だとか、いや、フォークしてくれとか、派生品の方がじゃあ有名だったらどうするんだとか、あったんですけど、結局、成功っていうのはその定義次第なんで、こういう一般論で考えると無意味です。で、じゃあ UIP リーナーどう定義したかっていうと、どこでも変えるというふうに定義して進めています。これにコミットすることしか考えてないんですね。論理組み立てをする上で、自分がこれされたらどう思うっていう、そのただの気持ち、思うか思わないかはあるんですけど、それは関係なく、どこでも変えるのが成功っていうふうに定義しています。なんだかんだっていうのでこうやるんですけど、そのつまり成功条件から全て組み立てができていれば、その組み立てが正しければ成功して、正しくなければ失敗すると。この組み立てが正しければよくて、自分が好きなものを作って、はいどうぞってやっても、多分お客さんも買わないんです。
だからお客さんこれが欲しいんだろうっていうところにコミットしていくと。その中で一番コミュニティが重要だって考えて、こんな風にコミュニティのハンドリングをしてます。こういうハンドリングをしてどうやってやってるんだっていうちょっと理屈を考えてて、お金ベースのハンドリングって絶対に無理です。できないと私は思ってます。成功のための補助機能として営利追求があるだけと私は考えています。なんで営利追求はダメだとかそういうことを言ってるわけではないです。それをあんたどうやってそういう体験を得てるんだっていうところで、コミュニティ運営している優秀なハンドラーがいたら、そのコミュニティに弟子入りして、私も現地で手伝いますってすれば、そのエクスペリエンスを得られるんで、そういうことを実際にやってます。自分が持ってるものとか持ってないものを抽出とかもしてます。持ってないものっていうのは、いろんなところがあって、今回ちょっと出てくるのは、市場機能とかロジスティックス機能、私単独では持ってないです。持ってる機能もあるんですけど、あとプロモーション能力、メディア機能っていうところで、BTO さんとか、ファブシンさんに協力していただいていると。いうステータスです。ただこれ、一辺倒になるべきではないというふうに私は考えていて、SCM のリスク管理で急所を把握しています。このその他委託先とか、他メディアとも書いてあるんですね。製造が一箇所になるとか、チップが一箇所からしか手に入らないっていうのが、まずいというふうに私は考えています。多分、そこまで考えてるのこいつって思うかもしれないんですけど、ハンドラーとして何考えてるのかっていうことを問題提起したんじゃなくて、そのハンドラーとしてどこまで真剣にどの流度で考えてるかっていうのだけかなっていうふうに思います。それぞれが成功の定義が違うので、私の考えてることを真似しても多分、あまり同じような結論にはならなくて、それぞれのやってらっしゃるプロジェクトがあって、その中でどこまでの流度でどこまで真剣に考えてるかっていうことが、僕としては重要かなというふうに考えています。ごめんなさい、ちょっとオーバーしましたけど、以上でおしまいです。ありがとうございます。ぶっちゃけコンサルって言いながら、お悩み相談みたいなのもあるんですよ。どうしたらいいですかみたいな。で、もう一個は、圧倒的に僕がこのデバイス単独ですごい利益を生み出してるんで、全部無料でもずっと僕生きていけるんです。なので、これ本当に知的好奇心でやってるんですね。PUBG の動画でもちょっと言及してますけど、およそ100万とか200万ぐらいの私が単独の利益を月、このデバイスだけで得てるんで、他のデバイスとか他商材のことも考えたりとか、あと、ここには細かく書いてないんですけど、大学さんでちょっと開発手伝ってとかっていうのも含めると、黒字でずっと回っておるので、その中で、あんたコンサルしてバカバカ儲けたいんでしょっていうのは本当に真相なくて、本当にただ趣味ですっていう、すみません、書いてなってわからないんですけど、という感じです。ゼロワンクラブは今後も定期的にピッチ交流会イベントを都内で開催予定です。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。